第一章、なぜ彼女は恐れられた王妃となったのか。第一の一章、フィレンツェの孤児がフランス王妃に激動の人生の始まり。カトリーヌ・ド・メディシスは名門メディチ家に生まれながら幼くして両親を失い、波乱の運命に翻弄されることになります。裕福な生まれとは裏腹に、彼女の幼少期は決して安泰ではありませんでした。政治的駆け引きの中でイタリアを転々とし、時に修道院に預けられるなど、実質的には人質のような暮らしをしていたのです。両親をわずか数週間のうちに失い、孤児となったカトリーヌは教皇クレメンス7世の庇護の下で育ちます。そして13歳でフランス王家の王子アンリと政略結婚。この時、彼女の資産と血統が政治的に利用されたことは明らかでしたが、愛情を注がれるような環境ではありませんでした。こうして彼女は愛されることよりも生き抜くことを選ばざるを得なかった少女としてフランスに渡ったのです。第一の二章、愛されなかった王妃。冷遇された日々。王妃となってもカトリーヌは長年夫アンリ2世からの愛を得られず、政治的にも無力な存在でした。夫アンリ2世は長年の愛称ディアーヌ・ド・ポワッチエに浸水しており、カトリーヌにはほとんど関心を持ちませんでした。しかも最初の10年間は子供ができず、不妊の王妃として陰口を叩かれる日々が続きます。フランス宮廷ではディアーヌが事実上の第一夫人として振る舞い、カトリーヌは政治にも家庭にも居場所がない状態でした。ディアーヌはアンリ2世とカトリーヌの子供にまで口を出し、彼女がどれほど無力だったかがよくわかります。ようやく第一子が生まれたのは結婚10年後。それでも王の寵愛が戻ることはありませんでした。この冷遇された時代にカトリーヌは耐えることを学び、それが後の鉄の女としての資質につながっていきます。第一の3章、10人の子を産んだ王の母としての責務。やがて10人の子供を産み、母としての役割を果たしたカトリーヌは王家を存続させる女としての使命に目覚めていきます。アンリ2世が不慮の事故で急死した時、長男フランソワ2世はまだ若く病弱でもありました。以後次々と王位につく息子たちを補佐し、カトリーヌが実質的な支配者として動き出すことになります。長男フランソワ2世、次男シャルル9世、三男アンリ3世、この3人の産んだ母として彼女は摂政の立場から政務を主導します。ただし時代は宗教戦争の真っ只中。幼い王たちの背後でカトリーヌが陰で糸を引く構図は、やがて黒幕というイメージを彼女に植え付けることになります。王の母として王国を守る、それは同時に時に冷酷な選択を強いられる立場でもありました。カトリーヌ・ド・メディシスの恐れられる女となった原点はまさにここにあります。第一章の締め。こうして愛されず孤独に耐えながらも王家を守るという使命のために自分を鍛え上げていったカトリーヌ。その内面には権力を得たいというより失わないための執念が渦巻いていました。ではその執念がやがてどのように黒い噂と結びつき、彼女を魔女のような王妃に変えていったのか。次章ではそのカトリーヌ・ド・メディシスが黒い女帝として覚醒していく過程を掘り下げていきましょう。第2章、黒い王妃と呼ばれるようになるまで第2の一章、摂政となり、フランス王国を操る女帝カトリーヌは摂政として王国の実権を握り、まさに影の女王として動き始めます。アンリ2世の死後、若くして王位についた息子たちは政治の経験も権威も不足していました。この不安定な状況の中で王の名を借りて実権を握ったのが母カトリーヌでした。特に次男シャルル9世の時代、実際の政務はほとんどカトリーヌが担っていたと言われています。彼女は宮廷内での派閥争いを巧みに操り、宗教対立においても時にカトリック、時にプロテスタントに接近するなどバランス重視の政治を展開。しかしその柔軟さが逆に裏切り者や腹黒い策略家というイメージを生むことになります。王妃ではなく政治家として生き始めたカトリーヌ。その姿は王を守る母であると同時にフランスを操る黒幕として描かれていくことになります。第2の2章、カトリーヌと毒の伝説、本当に使ったのか。カトリーヌには毒殺の女王という異名がついて回りますが、それは事実というより恐怖と噂が生んだ伝説の側面が強いです。当時のヨーロッパでは宮廷での毒殺は珍しくなく、暗殺も政略の一部とされていました。しかもカトリーヌはイタリアメディチ家出身。イタリアの宮廷文化には薬草や毒物の知識が非
常に発達しており、彼女もそうした知識を持っていたことは確かです。実際に彼女の周囲には秘密の調合師と呼ばれた医師や薬草師たちがいました。また特注の香水瓶や指輪には毒入り容器だったとされる逸話もあり、毒薬を隠し持っていたとの伝説が広まりました。ただし彼女が直接毒を使って誰かを殺したという明確な証拠は今のところ存在していません。毒殺の女王というイメージはカトリーヌの冷静で感情を見せない振る舞いと出自への偏見から作り上げられたものでしょう。実際には彼女は毒よりも策略を使うタイプの政治家だったのです。第2の三章占星術とオカルトに傾倒した王妃の顔。カトリーヌは政治だけでなく占星術や神秘思想にも強い関心を持っていたと言われています。16世紀は科学と魔術、宗教と占星術がまだ明確に分かれていない時代でした。特に王侯貴族の間では未来を占うために星の動きや予言に頼ることは当たり前のように行われていました。有名な占星術師のストラダムスはカトリーヌの信任を得て宮廷に出入りしており、彼女の出産時期や王子の運命を占っていたと伝えられています。さらに彼女は儀式用の衣装や呪術的なシンボルを身につけていたとの記録もあり、宮廷の一部では魔女じみていると噂されていました。もちろん彼女にとってこれらは政治判断の一助でもあり、信仰と実利を兼ね備えた戦略の一部だったのでしょう。カトリーヌは迷信にとらわれた女ではなく、それすらも利用するほどの現実主義者だったのです。だからこそ恐れられ、時に神秘的な魔女のように描かれたのでしょう。第2章の締め。こうしてカトリーヌ・ド・メディシスは冷たい理性と神秘的な直感、両方を操る存在として宮廷の誰もが一目置く予定になっていきました。しかしその頂点でついにフランスの歴史に刻まれる血の事件が起きます。サンバル・テルミの虐殺です。辞書ではこの虐殺がなぜ起こったのか、そしてカトリーヌは本当に黒幕だったのか、その深すぎる闇に迫っていきましょう。第3章サンバル・テルミの虐殺。その闇を追う第3の一章政略結婚と偽りの和解のバローオヤ家との結婚式。この結婚式は宗教和解を装った罠だったとも言われています。カトリーヌとメディシスはカトリックとプロテスタントユグノーの宗教対立を調停するため、娘マルグリットとプロテスタントのリーダーナバローオヤ家アンニゴのアンニ妖精との結婚を企てました。1572年、この結婚式にはフランス中の有力なユグノーが集まりました。パリは緊張と期待の空気に包まれていました。ですが実際にはカトリーヌがこの結婚をユグノーの首脳陣を一網打尽にする罠に利用したという説があります。結婚からわずか数日後、パリ市街ではユグノーの指導者コリニー提督が銃撃され重傷。これをきっかけにパリ中でプロテスタント狩りが始まりました。平和を象徴するはずの王家の結婚式が後に虐殺の引き金になってしまったのです。第3の2章。なぜ虐殺が起きたのか。動機とタイミングの謎。虐殺の背景には王権の危機と民衆の宗教的怒りが重なっていました。カトリーヌにとって最も恐ろしかったのは息子シャルル9世が弱腰でプロテスタントに取り込まれることでした。しかも当時の民衆はプロテスタントに強い敵意を持ち反感を募らせていました。コリニー提督は若きシャルル9世の信頼を得ており、国王がプロテスタント寄りになりつつあることにカトリーヌはせりを感じていたと言われています。そして彼女はユグノーの権力を一掃するしかないと考えたとも、あるいは行動を止められなかっただけともされています。この虐殺は権力争い、宗教対立、母親としての焦燥感、そうした多くの要因が重なり一気に火を吹いた事件でした。第3の3章。カトリーヌは本当に黒幕だったのか。証拠と議論。カトリーヌが黒幕だったという確証はありませんが、最も得をしたのは彼女であるというのは事実です。虐殺の命令が誰から出たのかは今も歴史的議論が続いています。ただ事件の直前に王宮で開かれた密談、そして虐殺後の混乱をカトリーヌがうまく収集した様子から首謀者説が根強いのです。事件直前、シャルル9世とカトリーヌは数時間に及ぶ会議を行い、その後すぐに虐殺が始まりました。このタイミングの妙は偶然とは思えないという研究者もいます。また
虐殺の規模があまりに広範囲だったことからも、かなり計画的だったという説に信憑性があると言えるでしょう。カトリーヌが命令を出したという証拠はないにせよ、止める力がありながら止めなかったという非難は今も彼女の名に影を落としています。まとめてキツネギいかがでしたか？カトリーヌ・ド・メディシスは単なる悪女でも冷酷な王妃でもありません。彼女は激動の時代に王家を守るという一点に全力を尽くした女性でした。ですがそのために払った代償はあまりに大きすぎたのかもしれません。では次の章ではそんなカトリーヌにまつわる知られざる逸話の数々を見ていきましょう。毒、先生術、そしてノストラダムスとの関係まで教科書には絶対に載っていない宮廷の裏側を覗いてみましょう。第4章知られざる逸話で見るもう一つのカトリーヌ像。第4の一章食卓に革命でフランスにフォークとイタリア料理をもたらした王妃。実はカトリーヌはフランスの食文化に大きな影響を与えた食の革新者でもありました。イタリアのメディチ家出身だったカトリーヌは当時としては精神的なイタリア料理やテーブルマナーを身につけて育ちました。それらをフランスに持ち込んだことで宮廷文化は大きく変わったのです。当時のフランスではまだ手づかみで食事をするのが主流。しかしカトリーヌは結婚とともに銀製のフォーク、食器、ナプキンといったテーブルセットを導入しました。またトリュフやアーティチョーク、オレンジ、さらにはアイスクリームの原型のような冷夏なども彼女を通じてフランスに伝わったとされています。特に敏感だったから清潔な食事にこだわったという説もあるほどです。カトリーヌは単なる政治家ではなくフランス文化に美と洗練をもたらした立役者でもあったのです。第4の2章不気味な毒薬部屋と秘密の調合師。カトリーヌの周囲には毒薬と香水にまつわる不穏な逸話がいくつも残されています。中世ルネサンス期の王宮では薬草、香料、毒物の知識が入り混じっており、医師、錬金術師、先生術師が入り乱れていた世界。そしてカトリーヌはそれらを積極的に活用した人物でした。彼女の資質には調合室があり、そこでは香水だけでなく毒薬や美薬も調合されていたとされます。毒の匂いを消すために香料を使い、逆に香りで相手を惑わせるという手法も存在したそうです。特注の指輪や扇子には毒を仕込める仕掛けが施されていたという逸話もあり、まるでスパイ映画のような世界観です。もちろん全てが事実とは限りませんが、当時の人々にとって彼女は香水の香りとともに毒をまとう女王として現実と幻想の境界にいたのです。第4の3章先生術師ノストラダムスとの関係。カトリーヌとノストラダムスの関係はただの占い好きを超えた国家戦略の一部でもありました。ノストラダムスは預言詩集百詩編集で知られる先生術師、ヨーロッパ中の王族に影響を与えましたが、中でもカトリーヌは特に彼を重用しました。彼女はわざわざノストラダムスを宮廷に招き、子供たちの運命や王国の未来について占わせたと記録に残っています。中には息子たちは短命であるという予言もあり、彼女がますます政治に傾倒するきっかけになったとも。さらにノストラダムスはカトリーヌ自身の死の時期も予言したとされ、彼女はその年まで奇妙な慎重さを見せたという逸話もあります。カトリーヌにとって先生術とは単なる趣味ではなく、王国と家族を守るための戦略のツールだったのかもしれません。第4章の締め。このようにカトリーヌ・ド・メディシスには政治の表舞台では見えないもう一つの顔がありました。それは文化人、魔女、母、毒薬師、芸術の守護者、そして王家の未来を見ようとした女。善か悪かでは語れない各複雑な人物像が浮かび上がってきます。では最後の章ではそんな彼女が現代の歴史家からどう評価されているのか。カトリーヌ・ド・メディシスとは一体どんな女性だったのか、一緒に考えていきましょう。第5章そして現代で再評価される強すぎた女。第5の1章民衆からの恐れと悪評。カトリーヌは生前からそして死後も長く冷酷な悪女というイメージを背負わされてきました。彼女が生きた時代は宗教戦争と内乱の真っ只中。その中で権力を握り続けた女性、それだけで敵も多く噂も絶えなかったのです。サンバル・テルミの虐殺では黒幕とされ、
毒殺や魔女のような逸話が語られ、民衆の間では恐怖の象徴となっていきました。死後も悪女魔女王妃として伝えられ続け、ルネサンスの輝かしい文化の裏でどこか暗い影を引きずる存在とみなされてきました。人々の記憶に残ったのは彼女の実績ではなく恐怖と謎だったのです。第5の2章王権を守り抜いた政治家としての顔。しかし近年カトリーヌは極めて現実的な政治家として再評価されつつあります。宗教戦争の中で国家の分裂と内乱を何とか防ごうとした苦悩する調停者としての側面が浮かび上がってきているのです。彼女は決して宗教に狂信的だったわけではなく、カトリック、プロテスタントのどちらか一方に肩入れせず、対話と妥協の道を模索していました。同盟結婚による宗教融和政策、各地の反乱鎮圧、地方の貴族との駆け引き、その全ては王権を維持するために必要だったと捉えられています。戦国時代のような混乱の中で女性として母として国家をつなぎ止めようとしたその姿はむしろ理性的なリーダーと言えるかもしれません。彼女の政治手腕は冷酷さゆえではなく、あまりに難しい時代を冷静に生き抜いたからこそ発揮されたものだったのです。第5の3章現代における再評価と強い女性像。現代においてカトリーヌ・ド・メディシスは先駆的な女性リーダーとして見直され始めています。彼女は男社会の宮廷で王の死後も母として摂政として、そして政治家として独自の立ち位置を築きました。その姿は現代も強くしなやかに生きる女性像と重なる部分があります。世界各国の女性政治家がカトリーヌを引用する場面も増えており、ドラマや映画でも冷酷な悪女というより苦悩するリーダーとして描かれることが多くなっています。同じように悪女のイメージを持たされたエリザベス1世やルクレツやボルジアのように、彼女もまた語り直される歴史の中の女性になりつつあります。カトリーヌ・ド・メディシスは冷酷だったのではなく、強すぎたがゆえに誤解された女性だったのかもしれません。そしてその誤解は今もなお私たち自身の社会に問いを投げかけています。いかがでしたか？サンバル・テルミの虐殺の黒幕とされ、毒と陰謀のイメージに包まれたカトリーヌ・ド・メディシス。でもその内側には王国を守るために戦い続けた母の姿、そして国家という大きな運命に抗った一人の女がいました。歴史は時に強く生きたものを枠にしてしまうことがあります。ですが私たちはそうした人物をもう一度人間として見つめ直すことができるはずです。カトリーヌは悪女だったのか、それとも時代が生んだ悲劇の英雄だったのか。最後にその答えを決めるのはあなた自身かもしれません。